ごきげんよう、あすママです。今回はスピード重視で簡単なレビューです。後日アレンジやルーティンなども交えてアップしますので、チャンネル登録もお願いします。コストココネクション3月号が配布されました。対象者にレジで配られます。電子版もあるので概要欄に貼っておきますね。今回は卵レシピ特集です。レシート順にご紹介します。USDA ビーフ肩ロース3552円です。と USDA ビーフ切り落とし2784円です。どちらも同じ 100g あたり228円です。先週ご紹介したのはプライムなので 100g あたり298円でしたが、今回はチョイスなので赤身が多くてランクが下のビーフです。USDA の牛肉の格付け上からプライム、チョイス、セレクトの3等級の真ん中です。ランクが低いからといってまずいわけではないです。赤身が多いほどリーズナブルです。フードセーバーを買ったばかりなので使いたくって仕方ないです。コストココネクションにフードセーバーの1000円オフ券がついています。私は 14,980 円から3000円オフの時に買いました。オキシクリーン 5.26kg 2278円から440円オフです。これもどんどん値上がりしてきてますよね。開封したらしけらないように小分けにします。富士緑焼き鳥串5種類バラエティセット3498円です。新商品です。冷凍です。富士緑は西日本から九州で販売されているので食べたことがなかったんですけれども、焼き鳥は冷凍なので関東でも買えるようになったんですかね。ももが16本、皮が8本、肝が4本、砂肝が4本、手羽先が8本の合計40本、1.84kg です。種類ごとに真空パックになってます。フードセーバーの出番がないですね。1食分ずつに分け直すとか。ちなみに人気定番品の桜鶏もも串 30g30 本は1798円でした。カークランドシグネチャーアトランティックサーモン3898円から620円オフです。コストコ名物サーモンの冷凍です。これも個包装になっているのでフードセーバーの出番はないですね。フリルレタス2袋で598円です。1袋に2個入っているので合計4個ですね。キュキュッと 1500ml 入り488円から100円オフです。3月17日までです。クリア除菌は割引になってなかったです。アワスプレーは3月10日まで1088円から100円オフです。ハインツオーガニックケチャップ1380円から200円オフです。 1.247g が2本のセットです。世界で一番売れているハインツのケチャップですがオーガニックなのでお値段は高めです。アメリカ製です。ベビーキウイ1198円です。皮ごと食べられる小さなキウイです。正直普通のキウイの方が美味しいんですけれども栄養価は高いそうです。ニュージーランド産です。ちなみに普通のキウイ 1.8kg は1398円、オーガニックキウイは 1.36kg で1398円でした。青森県産長芋 300g が3本入って399円です。もう何度もご紹介してますね。個包装になっていて使いやすい量です。カットぶなしめじ298円です。 500g 入りです。安い時は198円で買えますがここしばらくは300円前後が続いています。石突きは取ってありジッパーバッグになっていて使いやすくこのまま冷凍できます。マスカルポーネロール698円からパスポートウィークで100円オフです。ベーカリーコーナーがマスカルポーネだらけになるんですけれども積み上げるのでもう潰れているのが多いです。ただでさえね潰れやすいのにセールの時はもっと潰れているので早めに上の方のを買った方がいいかもしれません。
朝早かったのでほかほかでした。消費期限は翌日です。先週ご覧になった方はデジャブと思うかもしれませんが、アスパラガス 450g 入り298円です。先週はメルマガ掲載特別価格の328円で購入したのに、さらに30円安かったです。メキシコ産です。今回は細めですけれども、前回より太いです。細いのはね、火の通りが早いので使いやすいですね。国産のと比べると長いんですけれども、下の方は筋筋なので私は切っちゃいます。硬さはね、毎回違うんですけれども、そして硬い部分の皮も剥きます。これもデジャブじゃないです。毎週ご紹介してます。北海道サロベツプレミアム牛乳1リットルが2本で410円です。賞味期限は3月9日です。ビッグシェフすりおろしチーズ 320ml が2本で669円から140円オフです。ドレッシングですね。何度もリピートしてます。要冷蔵で賞味期限は4月23日です。フィニッシュタブレット1098円から220円オフと、フィニッシュオールインワンタブ1128円から230円オフです。メルマガ掲載です。オールインワンタブの方が汚れ落ちが良いのですがお高いので2種類を使い分けています。ここのシールの下が気になりません？剥がれない。スープトッポギ577円です。賞味期限が近いせいですかね、948円が577円でした。知る人ぞ知る末尾77円はお買い得品の目印です。ちなみにチーズトッポギは1178円でした。2人分が2セットで4人分ってことなんですね。中辛って書いてあるけどどうでしょうか。あまり辛いと困ります。これは卵とか野菜を足した方がいいのかな。カヌレ 60g6 個入りが4パック1830円から400円オフです。クリスマスに丸ごと1個試食して美味しかったので安くなるのを待っていました。賞味期限は3月17日。このまま冷凍もできるそうです。オーブンで5から10分って書いてありますけれども、試食ではトースターでした。マネキンさんは蜜蝋がたっぷりっておっしゃってましたけれども、材料に蜜蝋とは書いてないですね。フランス製です。グリークピタサンドイッチ1480円です。ポークギュロスがわずか4日でリニューアル。ピタブレッドがピタポケットになって名前もグリークピタサンドイッチ。もうポークギュロスの面影が全くないお名前に変わりました。これもザジキソース付き。ピタブレッド以外は全く同じです。大きくて食べにくかったポークギュロスは4つ入りですが、こちらは5個入りです。1食あたりは296円なので、フードコートのバーガー類を持ち帰るよりはお得かと思います。なるべく見た目の良いのを選んだんですけれども、クーラーバッグ内で落としました。中身はねセーフだったんですけれども、赤玉ねぎが減りました。フードコートの新商品ガーデンピタサンド680円です。ピタパンをスライスしてありますが、一部つながっているのでずれずに食べやすくなってます。重さは 387g。 ピタパンの直径は13センチ。チーズは多分レッドチェダーのスライスです。そして大豆ミートパテは直径が11センチ、厚さは15ミリです。カレー味のポテサラをペーストにしたようなソースが塗ってあります。成分表がないのでわからないんですけれども、私の分析では野菜は玉ねぎと赤パプリカと人参と、緑のはピリ辛なのでハラペーニョピクルスだと思います。緑色の点々はドライハーブだと思います。スライストマトが2枚と、レタスの下のピタパンにもカレー味のポテサラソースが塗ってあります。大豆ミートのパテはお肉のようなジューシーさはないので、お肉というには無理がありますが、食感はお肉のパテに負けてないです。大豆臭さもなくて、今大豆ミートが流行ってますけれども、かなり進化しましたね。私にはお肉よりさっぱりしているので、この大豆ミートパテは好みです。ただもう量が多くて一人じゃ食べられないです。
毎週金曜日に購入したものをご紹介しています。詳しいレビュー編は随時アップしますので、チャンネル登録をお願いします。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。